今かし様々。どうも、こもちスタイルです。今回はマレーシア編。マレーシアに来ております。こんにちは。旅は自分磨き。こもちスタイルです。今回の動画はついにマレーシア編の完結編です。穏やかな海と大自然に癒されたランカウイ島から始まり、熱気と極上のラグジュアリーが交差するクアラルンプールへ。本当に様々な表情を見せてくれたマレーシア旅。ここまでシリーズを通してご視聴くださり、皆様本当にありがとうございました。もう帰る時間なんだなという旅の終わりの少しの切なさと名残惜しさを胸に、最後の最後までクアラルンプールを遊び尽くします。風を切るオープントップバスから見上げた圧巻の KL タワー。都会のオアシス E 級ホテルの極上プールで心ゆくまでリラックス。そしてホテルディナーに洗練されたボッテガラウンジ。旅の結末を彩るのは空港ラウンジでのシャンパンと最高に快適な ANA ビジネスクラス。家に帰り着くその瞬間までが大人のご褒美旅です。終わってしまうのが惜しいほど贅沢で濃密なマレーシア編最終章。大人気シリーズです。どうぞ大画面でゆっくりご覧ください。 VA 事情に関しては思ったより悪かったです。エクセルイナックス等々はもう本当に日本の宝だと思います。もしこのチャンネルを見ている各社の社員さんの方いらっしゃったら、もう足を向けて寝れません。もうお世話になっています。アメリカンスタンダードっていう会社がすごい台頭してて、全然アメリカンスタンダードなんですよ。要するにリクシル等々みたいに快適を追求してないんだよ。男女共用、神なし、ゴリバケツパターンでうわですよ。そんな劣悪な環境のおトイレなのに、結構入場料1リンギットみたいな取るとか多くて、1リンギットだから40円。で、タッチ決済この国すぐいけるじゃんと思って、最初両替しなかったんです。ランカウイのケーブルカーのところで、もう現金ないって言ったら、じゃあダメって言われて、私は、両替前のドルを持ってて、もう1ドル札を押し付けて、でもダメだって言うから、いや、1ドルやでと思って。いや、もう入らせてくれって言ったら、そこのトイレの番人は男性だったんですけど、男女の入り口のここに門番みたいのがいて、すごい周り見回して、俺が1ドル受け取ったのバレてないよなみたいな顔して、チップオッケーみたいな感じ。なけなしの1ドルだよと思って。ポップオンポップオフバス、乗り降り自由な主要な観光スポットを27カ所回りますっていう観光バスのチケット買ってきました。KL ホップオンホップオフはクアラルンプール市内の主要観光地を効率よく巡ることができる乗り降り自由の観光バスで、短時間で主要スポットを抑えたい旅行者に最適です。このバスはクアラルンプールの魅力を異なる視点から楽しめる2つのルートが用意されています。レッドルートはクアラルンプールの近代的な都市景観を巡る王道ルートです。グリーンルートはクアラルンプールの歴史や文化に焦点を当てたルートです。今回はレッドルートを楽しみます。排気ガスがすごいので、もう今日はマスクをします。いやー、でも排気ガスすごい。これが一番の都会ですね。
インド人街、インディアンタウン。礼拝をしてる人がいました。で、説明は全部英語です。もう雰囲気ですね。雰囲気で指します。あ、もう寝ました。こんなにすやすや寝ていいんでしょうか。これは観光バスです。バスの進行が極端に遅く、なんとも退屈なので、次の KL タワーで下車してツアーを終了することにしました。はい、見てください。KL タワーです。ペトロナスツインタワーとかムルデカ118に比べるとすごい古臭感があるんですけど、私からしたらこれも十分レトロで可愛いし、ちょっとスカイツリーに似てますね。暑い。I love KL。ちょっと地獄のような暑さだね。暑い。KL タワーの前にはこんな感じでフォトスポットがいっぱいありました。あ、引っかかった。中はね、結構見どころはありました。泊まってるホテルも見えたよ。これなんかゆるキャラみたいのがいたの。もういいです。先を急ぎます。ピンクレモネードです。喉が渇いてこんな素敵な色の飲み物を飲みました。インフィニティプールにやってきました。ここがね、実はめちゃくちゃおすすめです。デッキチェアは1個だけ空いてました。B 級ホテルのインフィニティプールはホテル29階に位置するクアラルンプール屈指の絶景プールです。全長約25メートルのインフィニティプールは水面と都市の景色が自然につながるよう設計されており、まるで空に浮かんでいるかのような感覚を楽しめます。インフィニティいいですよね。ディナーですね。夕食です。1階にあるニパはマレーシア料理を中心に東南アジア料理やインターナショナル料理を楽しめるオールデイダイニングレストランです。店内は落ち着いたラグジュアリーな雰囲気に包まれ、開放感のあるモダンな空間の中でゆったりと食事を楽しむことができます。アラカルトメニューはマレーシアの多民族文化を反映した構成になっており、マレー系やイタリアン、インド系の料理をバランスよく取り入れています。飲める。プールの後の一杯最高ですね。美味しい。今日の振り返りをすると、早朝に
海の方まで。で、スカイミラーによって潮が引いた水面を太陽の光が当たると反射して有義円弧のように綺麗な写真を撮ってくれるっていうツアーで、そのままブキビンタンのショッピングモールの中にあるフードコートみたいなところのマレー料理をいただいて、でそこからすぐ観光に行こうってなったら観光バス乗ってで眠くて観光バスめっちゃ寝ちゃいました。ケールタワー行ってなかったんで行きました。ほんと東京タワーみたいな感じでした。見た目はスカイツリーだよ。もうとにかくプールに入りたかったので、ここ E 級ホテルの29階にインフィニティプールがあって、高層ビル群とあと3つのタワーを見上げながら泳げるっていうね、最高のプールでした。1時間ぐらい泳ぎました。で、部屋帰って身支度をして、もう今日は外に出る元気はないので、ロビーフロアにある、夕食のビュッフェやってるんですけど、今日はちょっとアラカルトでゆっくり旅を振り返りながらと思います。周りの方は8割ぐらいがビュッフェですね。チキンライスを頼みました。いただきます。この旅で食べたチキンの中で一番美味しい。しっとり蒸し上がってるから美味しいんだよね。ご飯も食べちゃえ。牛肉をココナッツなどで煮詰めたものです。ちょっとハードな感じです。あ、これも美味しい。これも郷土料理で。ボッテガというブランドのワインを頼みました。舌触りがとろーっとクリーミーっていうのリッチな感じだったんだけど、すごい味はフルーティーで爽やかな、なんか独特。これね、私がすごい熱望したやつ、大根餅の人参バージョンみたいな。これ美味しい。これが一番美味しい。これ超美味しい。この国で移住するとしたらやっぱりお酒問題だよなと思いました。お酒好きな人でこの国に住んでる方どうしてるんでしょうか。で、今、おつまみも全部揃ってワインもここにもう涙目あるので、やっと気持ちが落ち着きました。幸せです。マレーシアはすごい、こういう今泊まってるクアラルンプールの中心地とかのもう高級ホテルに関しては日本よりも高級な感じもして、各高級ホテルが普通にインフィニティプールが標準装備みたいな感じで、これは東京ではなかなかないなって思いました。パタヤね、もうちょっと徒歩3分ぐらい外れると、結構もう東南アジア、ザ・東南アジアみたいな感じ。排気ガスすごいで、今発展中だから建設中のビルとかの粉塵とかがすごい。路上喫煙、もう路上で紙巻きガンガン吸ってる。だから排気ガスとこのあれで、なんで喘息そんなないのかなって思いました。あとお支払い関係に関しては、これは日本より進んでると思いました。ここコンビニみたいな感じのとこでも普通にもうタッチ決済が普及していて、今日どこでも使えると思って油断して現金持たずにお昼ご飯食べに行ったら、でタッチ決済当然 OK って書いてあったんだけど、端末が壊れていて、で店員さんになんかすごい上から ATM に下ろしに行けって言われました。そのスカイミラーに送ってもらうときに高速の ETC レーンみたいな感じの
レーンで運転手さんがすごい勢いでバックし始めてと思ったら、運転手さんの問題かなと思ったら高速のゲートの問題で血使えないみたいな感じで、それが行きも帰りもあったので、意外と見切り発車の国なのかもしれない。そういう意味では私と似てるかもしれない。EQ に泊まった時にびっくりしたのが、お部屋にね、日本人担当ゼネラルマネージャーミス中野さんからのすごい達筆のお手紙が入っていて、何かあれば何なりとお申し付けくださいませって。もう久しぶりにこの6泊中の6泊目で日本人のコンシェルジュさんとお話ができました。今日はこの後この51階最上階に夜景が綺麗な、それは綺麗なバーがあると聞いていたので、そこを予約しようかと思ったんですけど、そのミス中野にそこを予約したいって言ったら、はっみたいな感じで、ごめんなさい、今日は大事なイベントがあって貸し切り状態なのみたいなことを言われて、もう残念だけどでもしょうがないです、ありがとうございますって言ったら、もう一回お電話いただいて、明日もマレーシアを勝つのに大変申し訳ないから、ここの今食べてるところの隣にボテガとコラボしたバーがあるんですけど、そこのカクテルフリーのチケットをあげますって言われて、部屋に届けてくださいました。なのでこの後行こうと思います。結構もうベロベロに酔ってるね。これパン食べながら喋んない。全員に共通じゃないかもしれないですけど、今回アメリカンエクスプレスのファインホテルリゾートのホテルをほとんど取ってるんです。そうするとレストランとかスパで使える100ドル相当がついてくるんですよ。アーリーチェックイン、アップグレード、レイトチェックアウト。今回アップグレードも全てのホテルしてくれて、すごいそれは、いい気はしてないです。ありがたいんですけど、日本でこのファインホテルリゾートで予約すると、もう当たり前のようにチェックアウトの時に、じゃあ今回100ドルがありますので引いておきますねって言ってくれるんだけど、今回ね、リッツ、セントレジス、マンダリン全て当たり前のようにレストランとかバーで使った金額がプラスされていて、スンって出されて、私は充当できますかって100ドラーってあったわね、今新しく領収書出し直そうよって3件言われました。いろいろもらえてるから全然アップグレードもしてもらえたし、目くじらを立てる気はないんですけど、これでもちゃんと言った方がいいです。気をつけましょう。ごちそうさまでした。これがマレーシア最後のディナーになります。6日間ありがとうございました。今かしさまさま。バーに来ましたよ。ボッテガラウンジ@EQ はイタリアの高級スパークリングワインブランドボッテガとコラボレーションした洗練されたラウンジ空間です。 EQ ホテルでミス中野にいただいたワンドリンクフリーチケットを使って EQ ホテルのロビー館にあるボッテガとコラボしたっていうバーに来てるんですけど、みんなニコニコ丸だね、この国の人。ニコニコと笑って帰って言って、で、呼んだら、ささっと来て、決まったかみたいな感じで。だいぶ私が酔っています、これは。これは、エスプレッソマティーニ。もう酔っ払っちゃって、こぼさないように。甘苦い。いい人なんだよ、中野さん。これも中野さんからの差し入れだから。中野さん会ってないけどね、ちなみに。リッツは、すごくジェントルだけど、若干下に見られた感じはする。ランカウイに行く欧米の富裕層は多分みんなリッツに連泊する。だってリッツでさ、ちょっと辛かったのは、今回は何日いるんだいって聞いて、1日です、みたいな。oh no みたいな感じだった。セントレジスに関しては、アップグレードしたんだぜ。聞いてくれよ、喜んでくれよ。お部屋にプールがあるんだぜ。プール付きの部屋にアップグレードしたぜって言って。最初なんか、あまりに興奮して言われるからちょっとわかんなくって、
うん、プールへのって思って、プール付きだぜって、重ねる、プール、超嬉しいって言ったら、グーみたいな感じで、しかしノリノリであるみたいな感じで、シャンパンセレモニーは何時ですか ?18 時半だぜ、ウェルカムだぜ、みたいな感じだったし、もう言っていい？じゃあ、ナンバーワン。セントレジスランカウイ。お金がある人はリッツ連泊でいいです。どうぞリッツに行ってください。私は次もしランカウイに行くとしたら、もう絶対セントレジスに3泊します。すごいケチ。5泊します。嘘、1週間します。楽しかったなぁ。そう、明日帰国なんです。ごめんなさい、マンダリンの話は触れてないけど、マンダリンのプールもめちゃくちゃ良かった。マンダリンに連泊したら、お買い物とかはスリや KLCC に行きます。で、公園でジョギングとかもできるし、で、マンダリンのジムはめちゃくちゃ良かった。マンダリン行ったらジム行って、プール行って、プールサイドでちょっと飲んで、で、お部屋帰って、ちょっと寝て、で、5時から7時のカクテルタイムに全力投球して、で、部屋でまったりします。マンダリン連泊でもいいな、でも、KL だったらマンダリン連泊で、ランカウイだったらセントレジス連泊です。これは酔っ払いの意見です。最終日の朝を迎えました。朝食を食べてからチェックアウトとなります。昨日と同じレストランなんですけど、朝はビュッフェですね。チーズ。ビーツのサラダがありますね。すっごくいろんな種類がありました。フライドヌードル。ベイクドカリフラワー。フレッシュマッシュルームソテーです。トマトチャーハンです。サモサ。マッシュドポテトみたいな感じかな。おかゆです。サンバル。辛そう。サンバルです。この辺マレー料理系ですね。チキン。ご飯です。ご飯にかけて食べましょう。ホットソイミルク。ここもおかゆなんだ。おかゆコーナー充実してますね。エッグステーションは毎回行きます。温野菜。スクランブルエッグももう作ったやつあります。クリーミーコーン。チリビーンズ。ポテト、ソーセージ。ミートローフもありますね。カレー。蒸したお米。辛いやつ。ここシューマイです。ライスヌードルロール。チキンですね。いっぱいありすぎて、すごく目移りしました。肉まんです。で、パンのコーナーも、ちょっとこっちはあんまり人気のないエリアにありました。みんなやっぱご飯なのかなと思いました。フレッシュジュース、アップルジュース、オレンジジュース、ガバー、でグレープフルーツ、デトックスウォーター。で、梨レマンを作ってきました。ご飯と小魚みたいのとチキン。朝です。今日帰国します。いただきます。最後なのでマレー料理で締めたいと思います。デトックスウォーター美味しい。チキンをほぐす工程が私は好きです。でも地元のご飯の種類が充実してるからここいいです。ではチェックアウトです。2泊してこのお値段なので結構お得でした。やっとラウンジに行けますね。
ゴールデンラウンジはマレーシア航空が運営するフラッグシップラウンジであり、主にビジネスクラス利用者や上級会員向けに提供されており、出発前の時間をゆったりと過ごせることで高い人気を誇っています。ドリンクは何があるでしょうか？スパークリングがありますね。ビアもありますね。先にたどり着けた。マレーシア綺麗なんですけど、全体的にやっぱり日本とは違うので、旅先に持って行って良かったものを順位つけられないでランダムに発表します。毎日使ったのはこれ。キレイキレイ。びっくりするほどおしぼりが出ないです。おしぼりという文化がなかったです。手が洗えないときはもう絶対これですね。キレイキレイ。今回はアルコールタイプを6個ぐらい持ってきたのかな。もう1日1パックは使える。そう6パックなので、もちろんたっぷり着替えは持ってきたんですけど、思ったより汗かいて、6パックだと途中でお洗濯はします。洗濯洗剤のシートタイプのもので、あとはもう畳めるハンガー、こう畳むとこんぐらいで広げて、でちゃんと洗濯バサミが2個ついてる。これは重宝します。ホテルの部屋にあるハンガーだいたい足りないから、ちょっと最近ハマってるのがオンのスニーカークラウドっていうやつ。結構みんな履いてる。1日履いて1日歩いても疲れない。旅にもおすすめだし、空港とか見回してもみんな履いてる。おすすめです。あと必要なもの、マスクです。排気ガスがマジでやばいので、マスクは個包装のタイプで密数分持ってくることをおすすめします。6泊もあると爪が伸びます。でも大きいガチな爪切り持ってきたくないじゃないですか。なのでこんくらいのちびちゃんの爪切りがあって2回ほど活躍しました。シャンパン。隠れ風。チーズがちゃんとしてる。雲を見下ろしながらお酒を。メニューの紹介をしますね。和食の前菜は、里芋のうま煮飛びこ添え、海苔入りや卵焼き、スモークサーモンチーズ手前、ローストビーフ、ポン酢ソース、黒ごま豆腐、べっこうあんかけ。ずーっと飲んでずっと食べてますね。いやー、いいですね、ビジネスクラスはね。ウェルカムシャンパンいただいたでしょ。その後私、離陸の時爆睡したんですけど、起きたらまた、おめざにシャンパンどうですかみたいな。あ、これが日本ですね。私は日本に帰ってきましたみたいな感じです。もう生野菜も安心して食べれるのがめちゃくちゃ幸せです。声にならないほどの幸せの味をローストビーフやばいです。焼き付けたいほどねえ、なんかね、もう現実戻るの辛くなっちゃうね。嬉しい味噌汁。1週間ぶりの味噌汁。今もお味噌汁飲んだら、ありがとう日本。愛してる日本ぐらいに思いました。それでは、おやつタイムに行きたいと思います。これはね、ハーゲンダッツバニラ。
カチカチ系なので、これはアンドザフリットというポテチのお店です。はい、ありがとうございます。シャンパンもうちょいくれって言ったら、なみなみなみに注いでくれました。美味しい。しばらくハーゲンダッツ食べてないとさ、あれハーゲンダッツってこんな美味しかったんだって思うね。お腹いっぱいだな。以上、マレーシアシリーズをお届けしました。皆様のマレーシア旅行の参考になったら嬉しいです。